世界には未だに内情がほとんど知られていない閉ざされた国が存在する。その一つが中央アジアのトルクメニスタンだ。国際的な報道自由度は最低ランク。政府による情報統制と強い管理社会によって外部からはその実態がほとんど見えない。だがその内部には白い大理石の都市、奇抜な建築物、そして独特な法律が整然と並ぶまるで異世界のような光景が広がっている。今回はそんなトルクメニスタンの象徴ともいえる結婚宮殿やテレビ局の建物を通してこの謎めいた国の姿を探っていこう。まずアシガバートの街並みは一言で言えば非現実的だ。白い大理石と金色の装飾品がふんだんに使われていて、まるでおとぎ話の中にいるような感覚に陥る。首都にある多くの建物が白大理石で覆われているなんて想像できるだろうか。この白い街の静けさも異様だ。昼間街を歩いていても車も人もほとんどいない。見渡す限りの空っぽの建物に囲まれていると自分が夢の中に迷い込んだような錯覚を覚える。一見すると世界で最も美しい街と言いたくなるが、その中身は空虚な印象もある。アシガバートの街でまず目につくのは白い車が異様に多いということだ。これは偶然ではなく、2018年頃から黒や暗い色の車の登録が制限されていると複数の報道で伝えられている。公式な理由は明かされていないが、白は幸運の色とされ、都市景観との調和を意識していると考えられているようだ。法律で禁止されているわけではないが、黒い車が登録を断られたり、白く塗り替えるように求められることもあるという。BBC などの海外メディアもこの現象を報じており、白以外は避けるべきという認識が住民の間に定着しているようだ。都市全体がデザインされているかのような統一感には感心するが、車の色まで徹底するとは思わなかった。少し気になる話題にも触れておこう。トルクメニスタンは報道の自由や表現の制限が極めて厳しい国とされている。実際インターネットは大きく制限され、 SNS もアクセスできない状況が続いているんだ。また国営ホテルや公共施設での通信が監視されている可能性があるという報道もあり、特に外国人や記者には目が光っているようだ。ホテルに盗聴器があるといった話もあるが、それはあくまで噂の域を出ていない。ただし念のために VPN を使ったり、公の場での発言には注意するなど基本的な対策は取っておいて損はないだろう。この建物はアシガバートのシンボル的な建物の一つ、結婚式用の結婚宮殿だ。この建物は高さ67メートルの巨大な構造物で、上部には巨大な金と白のディスコボールのような球体がついている。空から見ても目立つように設計された建物なんだ。内部に入ると壮大なホールや装飾品が広がっている。この国の人にとって結婚は特に家族の一大イベントだから、この建物が持つシンボリックな意味は計り知れないんだ。建物が奇抜すぎて本当にここで結婚式を挙げるのかと感じるほどだ。次に注目してほしいのがトルクメニスタンの国営テレビ局、トルクメニスタンテレビだ。この建物は中央に大きな八角形の金色の星をあしらった円形のデザインが特徴で、外観は非常に装飾的かつ象徴的な構造になっている。近くで見ると対称と幾何学的なラインが目を引き、まるで国家の理想や理念を建築で体現しているかのようだ。ガイドの説明によると、この建物は国の威厳や団結を象徴するものとして設計されたという。内部は厳重に管理されており、外国人の立ち入りが原則として禁止されているため、建物内で何が行われているのかは今も明らかにされておらず、謎に包まれている。次に紹介するのはトルクメンバシルヒモスク。このモスクはトルクメニスタンの初代大統領サパルムラトニヤゾフによって建設され、2004年に完成した。外壁には白い大理石が使われ、内部は金を基調とした豪華な装飾が施されており、一部の報道では建設費が10億ドルを超えた可能性もあるとされる。特筆すべきはイスラムの聖句と並んでニヤゾフ自身の著書ルフナーマの一節が壁に刻まれている点だ。このため宗教施設でありながら国家権力や個人崇拝の象徴としての性格が強いとも指摘されている。壮麗な外観とは対照的に訪問者は少なく、静けさが際立つ一方で、
観光地であり政治的記念建築としての存在感も併せ持つモスクだ。その美と静けさの奥に漂っているのはトルクメニスタンという国の語られざる内面なのかもしれない。真の姿を理解するにはまだ時間がかかりそうだが、それでもこの沈黙が何かを確かに物語っているように感じられる。トルクメニスタンを調べて感じたのは、強い統制の中で独自の美学を貫いている国だということ。結婚宮殿やテレビ局のような建物には国家の権威や統一感を象徴する意図が見えてくる。都市景観や車の色にまでこだわる徹底ぶりは驚きだったが、その裏には秩序や美観を保つという方針があるらしい。一方で報道の自由や外部との接触が限られている現実には閉鎖的な印象も否めない。それでも現地の文化や人々の暮らしぶりを調べていく中で、伝統への誇りや温かな側面が垣間見えることもあった。今回の旅で見たトルクメニスタンの謎、その全貌を解き明かすにはまだ時間が足りなかったようだ。でも旅はまだ続く。次回はさらに奇想天外な場所へと向かう予定だ。それではまた。